皆さんこんにちは。ヨッシーチャンネル玉ねぎちゃんです。本日のテーマはドラゴンのキャラクター BP の作り方解説です。アニメーションたっぷりのミニドラゴンキャラクターが期間限定無料でもらえたので、これを使ってキャラクター BP とアニメーション BP の作り方を一から学んでいきましょう。サードパーソンテンプレートをもとに基本的な操作と歩行やジャンプなどは流用して、それをこのキャラクター用に置き換える方法から回避を例にモンタージュ再生と飛行モードの追加、上昇下降の操作入力とその結果の速度に応じたアニメーションのブレンドスペースの作り方、ジャンプ力や飛行速度の調整方法まで操作キャラクターの作り方をゆっくり解説していきます。メスとアニメーションがあればできるので、間に合わなかった方もぜひ見て学んでくださいね。完成版の入手方法、概要欄のリンクからブログに飛んでください。ここにファイルがあります。ここのボタンからダウンロードしてください。中身はサードパーソンテンプレートにリトルドラゴンタイガーのアセットを取り込んだプロジェクトを前提に、私が作ったアセットだけの差分です。UE5.4 以降を立ち上げ、ゲーム、サードパーソンでプロジェクトを作り、一旦閉じて、エピックゲームランチャーからリトルドラゴンタイガーをプロジェクトに追加しましょう。これは自分で作る場合も共通の手順ですね。できたプロジェクトのフォルダに ZIP 内のコンテンツフォルダをコピペします。自分で作る人は不要です。プロジェクトを起動しましょう。コンテンツのリトルドラゴンにブループリントのフォルダがあって、中に BP があれば取り込み成功です。ゲームモードの設定からポーンを BP リトルドラゴンに変更しましょう。ゲーム開始直後は卵に入っています。カメラ操作と G キーで生まれることがだけができるようにキーマッピングを設定しています。生まれるとキーマッピングが入れ替わり、歩行やジャンプなどが使えるようになります。一応動きますが、一部アニメーションの設定調整が必要です。アニメーションのルートモーションのフォルダに行きましょう。今回使っているアニメーションの中でまずエッグハッチさんはルートモーションが有効になっていません。チェックをつけましょう。つけないと本体の位置が移動しないので、でんぐり返した後スッと後ろに下がります。どっちという横に避ける動きも同様です。その他はルートモーションのチェックはついているのですが、逆にカプセルの動きに追従させたいのでフォースルートロックで動きを止めます。これで完成です。G キーで生まれて、WASD とスペースで水平移動とジャンプ、X で右に回避、F キーで宙に浮き、E と Q で上昇下降ができます。ステップ1、サードパーソンを流用しよう。ブループリントフォルダを作ります。サードパーソンのブループリントフォルダから BP サードパーソンキャラクターを複製しましょう。ここにコピーです。できたコピーの名前を BP リトルドラゴンに変えましょう。何でも構いません。ダブルクリックで開きましょう。キーボードやマウス操作と拡張入力イベントを結びつけるマッピングの登録や
移動やジャンプなどの処理が記載されています。コンポーネントタブでメッシュを選択して詳細タブのスケルタルメッシュを変更します。アニメーションする関節情報などを持った 3D モデルです。ドラゴンのやつなら何でも OK です。これでマネキンさんからドラゴンに見た目が置き換わりました。ビューポートというのが見た目の設計画面です。まずはこれだけで動かしてみましょう。なんか一応歩いたりジャンプできますね。これは UE5 の機能で UE5 マネキンのつもりで無理やり動かしている状態です。ここに登録されているアニメーションの設計図は人型のキャラクター用のものです。そしてクイーンという女性タイプはマニーという男性タイプの設計図を流用していて、切り替え条件などのロジックは元のままで、使うアニメーションだけを差し替えています。右上から親クラスに飛ぶと、ロジックの実装にたどり着きます。男性も女性も同時人だから同じロジックでいいよねっていう作り方ですね。ドラゴン用は人にはない機能を作りたいので、マニー用を複製から始めます。名前を ABP リトルドラゴンに変えましょう。まずアニメーション BP はスケルトンという骨構造と密接に絡むので、スケルトンの割り当てというのをドラゴン用に割り当て直します。左上のプレビューがドラゴンに変わりましたね。警告が出ていますが、これはアニメーショングラフです。コントロールリブという仕組みを使って段差や坂道で足を地面に密着させる機能がありますが、一旦なくしましょう。使うにはまずコントロールリグアセットというものを作る必要があり、ちょっと大変です。では、具体的なアニメーションの入れ替えをしましょう。出力からたどっていくとこのメインステートにたどり着き、その中は何やら2つの塊がありますね。ロコモーションという移動関連のステートを見てみると、上の階層の離れたところにつながっているようですね。その中が末端で、アイドルという待機状態と歩きと走りの移動状態があります。アイドルの中のこのシーケンスプレイヤーに具体的なアニメーションアセットが設定されています。これをドラゴン用に置き換えましょう。アセットブラウザのタブからドラッグ&ドロップしますが、どれが何かわからない場合は一旦ダブルクリックして編集画面で見てみましょう。これがまさに待機って感じのアニメーションですが、実はこれ単純なアニメーションではなく、標準ポーズからの加算アニメーションという作りになっています。最初の一歩目としてはややこしいので、別なアニメーションを採用しようと思います。一旦は用という軸名と同じですが、あくびのアニメーションを採用しておきます。あとは単純につなぐだけだと1回だけ再生するモードになっています。これだとあくび後にフリーズしてしまうので、ループ再生にして何度もあくびしてもらいましょう。アニメーション自体の設定とは別途シーケンスプレイヤーの設定にあります。おっとフリーズしていますね。アニメーション BP を変更してあげる必要がありました。変えた瞬間あくびしだしましたね。
これでゲーム中もアイドル状態はあくびをするようになります。一旦最低限の置き換え方は完了です。ステップ2ブレンドスペース。歩きと走りは違う動作に感じますが、一つの状態として管理されていますね。ここにシーケンスプレイヤーではなくブレンドスペースプレイヤーというノードが置かれています。これは複数のアニメーションを混ぜ合わせてその間を補完したモーションを作る仕組みです。これは元のをコピーして作るよりも一から作った方が分かりやすいです。今回はアニメーションフォルダ直下に作成します。アニメーションの下にブレンドスペースというのがありますが、こっちではなく今回はレガシーのところにあるブレンドスペース 1D というものを使います。スケルトンはリトルドラゴンを選びましょう。ブレンドスペースで BS とつけます。これをドロップするとブレンドスペースプレイヤーになりました。まず水平軸というところを開いて入力信号の値範囲の定義をします。名前はスピードとしておきます。軸の最大最小はここの設定です。単位はセンチメートル毎秒なので500くらいにしておきます。グリッドを有効にするかやそれにスナップで吸い付かせるかはお好みです。これで最低限の前準備ができました。あとはこのエリアに混ぜたいアニメーションを入れていきます。左端は速度0なので移動していない足踏み状態で、右端は全速力って感じです。速度0でも足踏みなところを足を動かさないアイドルにすると気持ち悪くなるので気をつけてください。というか試しにやってみても良いかと。IP というのがインプレース、その場アニメーションのタイプです。移動はカプセル自体の動きを優先したいので IP の方を優先的に使いましょう。それがちょうどいいのがないときはルートモーション用のアニメーションの設定変更です。何を言ってるかわからない方もこの後動作説明します。登録したらコントロールキーを押しながらマウスを動かすとプレビュー地点が移動します。登録の外側は規定では一番近いアニメーションがそのまま使われます。今回は両端にアニメーションを置いて中間だけ保管してもらうことにします。いい感じにブレンドされているかなと思いますが、アニメーションにトロットというやつもあるので、せっかくなのでもう一つブレンドしましょう。3つの素材でかなり表現力が上がりましたね。保存してアニメーション BP に戻ります。つなぎ替えましょう。これで初めてのブレンドスペース完成です。サードパーソンテンプレートは歩行速度が速いので一瞬でトップスピードに達していますが、かっこよく駆け回れますね。キャラクター BP の本体を選択して移動速度を下げましょう。
今回は最大速度はそのままに加速度を下げます。400でこのぐらいですね。お好みでもう少し下げてもいいかと思います。ステップ3本体とアニメの移動量。次はジャンプを直しましょう。止まっているか動いているかのロコモーションが完成したので、上のメインステートに戻りましょう。ここが離れている件は後で説明しますが、ジャンプはここにありますね。シーケンスなので簡単に置き換えできそうです。これはインプレース側を使うとややこしいことになります。ここのキャラクターのボーンをすべて表示に変えると、アニメーション用の骨の動きが見れます。地面に張り付いているのがこのアニメの原点です。原点から体が離れていってますね。まあ一旦使ってみましょう。状況を分かりやすくするためにカプセルをゲーム中も表示させます。キャラクター BP でカプセルを選択して詳細欄からヒドゥンインゲームを外します。スペースでジャンプしてみましょう。元のアニメーションよりも高くジャンプしていますし、カプセル自体の足元は結構低い位置にあるので、このようにメッシュは登れそうな段差を実際は登れないということになります。なので、インプレースと書いてありますが、欲しいのはこれじゃないです。ルートモーションのジャンプインプレースというアニメーションを採用しましょう。ルートが体と一緒に移動していますね。さっきよりほんの少しジャンプ力が上がって悪化していますが、大丈夫です。ここのフォースルートロックにチェックをつけましょう。これはルートモーションがキャラクター本体を動かそうとする力を無効化する機能です。ルートがカプセルの下の位置にがっちり固定されているので、カプセルの底に張り付いたままで、キャラクター本体側のジャンプ力に応じてジャンプできるようになりました。ちょっとジャンプ力が低いので上げましょう。ジャンプ力は主に3つのパラメータの関係性で決まります。詳しくはこちらの動画で解説しています。今回はジャンプ Z ベロシティを変えます。着地がくねっと嫌がりますが、ジャンプは良さそうですね。着地はここにありますが、まずは落下の方から。ジャンプは飛び上がる時で、その頂点から落下し始めるとここのアニメーションが再生されます。落下もいくつか選択肢がありますが、今回は2つ目の低いバージョンにします。高いところから落ちることも想定して、1回だけでなくループ再生されるようにしておきましょう。
大概の作者さんは最初と最後が綺麗につながるアニメーションを作ってくれています。そして着地ですね。ここはちょっと変わった作りになっています。元のポーズに加算する設定ですが、今回はこれは無視して単純に着地のアニメーションを再生するようにしましょう。割愛しますが、アイドル状態にさっきの加算方式を使うと立つだけのアイドル状態にもできます。これで完成です。後回ししていたここがつながってない件ですが、これはエイリアスという UE5 にくらいで導入された仕組みです。これ一つがチェックをつけた複数のステートの代理人みたいな役目で、これがない場合はロコモーションからジャンプへの遷移とランドからの遷移があって、ロコモーションからフォールループへの遷移があって、と同じ条件で遷移する線がたくさん引かれることになります。さらに下の方のここもエイリアスなので、ここからの線とここからの線と、そしてさっき消した反対向きの線もあって線だらけで分かりにくいねってことです。これであと4本足りてません。同じ条件で今の状態から抜けるときに使える技って感じです。コンジットというノードでも同じようなことができると思います。脱線しましたが、落下と着地のアニメーションが正しく設定できました。割愛しますが、落下のループ確認は高いところから落下させて行いましょう。通常の歩行キャラクターの作成は完了です。カプセルが大きすぎて天井が低いところが通れないので、カプセルサイズも調整しておきましょう。カプセルは原点が中央で、メッシュは通常は原点が下にあるので、カプセルサイズを変えると位置調整も必要です。地面にいい感じに設置するように調整しましょう。この辺の調整はコントロールリグを作成して足を設置させると適当でも良くなるのですが、初心者がいきなりやるには難しいのでまたそのうちやりましょう。UE5.6 で進化もしているようですが、新しいムーバーコンポーネントはまだベータ版でした。5.7 くらいまでには勉強しておかなきゃなって感じです。あと頭が壁にめり込んじゃうので少し後ろ目にずらしておこうかと思います。こんな感じですね。尻尾もめり込ませたくない場合はカプセルを太くしないといけませんが、それだと細い道を通れなくなります。なので別途センサーなどでぶつからない仕組みを作るのは面倒なのでムーバーコンポーネントに期待です。ステップ4キー入力を増やそう。ここで入力デバイスとイベントの紐付けが設定されています。まずは複製しましょう。この辺はわかる方は次に飛ばして OK です。ここにイベントの方の定義があります。ムーブがキャラクター自体の移動用イベントなので、これを複製して上昇加工用のムーブイベントを作りましょう。これは上下左右の2軸になっていますが、上昇加工の1軸でいいので変えておきましょう。あとはボタンを押した時に1回だけ動作するモード切り替えと回避モーション用も作っておきましょう。ジャンプは長押し想定ですが単発の方が良いので消しておきます。押されるはあった方がいいですね。
イベントができたら一つ上の階層に戻ってデバイスとのマッピングをしましょう。このボタンを押してからキーボードを押すと登録できます。回避は X にしましたがお好みで、飛行中の上昇加工はエディタでのカメラに合わせていいと9にしてみました。ここがバグなのか勝手に深いところまで展開されちゃいます。飛行モードにトグルするボタンは F キーにしました。あとは2つキーを登録した E と Q ですが、E と A の関係と同じく片方はマイナスの意味にしたいので、受け取った信号をネガティブで反転する加工を加えます。エディタに合わせて E が上で Q の方を反転させれば良いですね。保存してマッピングは完成です。このキーマッピングアセットを使うように設定を変えましょう。ステップ5いざ空へ飛ぼう。モード切り替えボタンが押された時のイベントを作りましょう。まずは歩くのと飛ぶのを切り替えたいので押されるたびにスイッチが切り替わるフリップフロップというノードをつなぎます。そして切り替えたい状態は自分で変数管理するのではなく、ムーブメントコンポーネントが管理しているモードです。ここに歩きや落下、水泳や飛行などのモードがすでに定義されています。飛行モードに変えると重力影響を受けずに上昇できるようになります。あとはこのセットムーブメントモードを A と B に2つつないで設定を切り替えれば OK ですが、このノードは1つのままで設定する値の方から線を引っ張り出して、セレクトで列挙型の選択肢のどれを選ぶかを切り替えるということもできます。今 A が選択されているかのフラグをつなげば OK です。トゥルーの下側が A の時でフライングモードにしましょう。フォルス側は落下にしておくと、地面に着地したら自動的にウォーキングに切り替わります。次は上昇下降の移動イベントを作りましょう。移動でどんなことをすればいいかは地面での移動処理を真似すれば OK です。前進交代は向き情報を計算してアットムーブメントインプットに入力を渡していますね。XY2 軸の水平面上の向きは計算が必要ですが、上昇下降は Z 軸そのままでいいので計算は不要です。ここを Z 軸位置にすれば地面に垂直な向きに動かす力を加える設定になります。そして2軸の設定のままだったのを1軸に直すと緑のピンに変わるので、これをここにつなげば入力に応じて上昇下降する処理が完成です。F キーで飛行モードにして E キーで浮かび上がれるようになりましたね。IA ジャンプをコピーしただけだと F キー長押し中だけ飛行モードになるかなと思います。その仕様の方がいい人はそれもありです。再度 F キーで落下して着地するとアイドルになりますね。ステップ6羽ばたけドラゴン。地上と同じく走っているんじゃいまいちですよね。いやそれはそれでありですが、せっかく空飛ぶアニメーションがたくさんあるので羽ばたいて飛びましょう。そのためにはまずアニメーション BP でキャラクターが今フライングモードだよという情報を受け取ります。イズフォーリングで落下中と同様に、イズフライングという関数もありますがこれは外れみたいです。なのでシンプルにモードを取得してイコールイニウムで一致しているか判定しましょう。出力を変数に保存して名前をイズフライングとします。大事な移動関連データということで、カテゴリもここに変えると今後たくさん変数ができた時に迷子になりにくいです。
アニムグラフに飛行状態を追加しましょう。飛行中もアイドルと移動を分ける手もありますが、止まっている時も羽ばたいているので足踏みと同じくひとまずは1状態で表現できると思います。ステートを追加でフライング状態を作りましょう。ジャンプと同じく地面に立っている状態から遷移して落下につなげばキャラクター BP のモード設定と一致するので良いでしょう。ここの条件設定が必要です。この条件が成立したら次の状態に切り替わるという条件です。落下中で落下速度がプラス100以上というのは上昇しているって意味ですね。ジャンプと違って上昇しているかはいらないのでモードが切り替わったかだけを条件にしましょう。ここもモードが切り替わったらでいいですが、先ほどとは逆にフラグが降りたらですね。ノットブーリアンでフラグの意味を反転させましょう。F キーでフライングモードにすると静止状態になりました。状態は作ったけど中にアニメーションをつけてないので固定ポーズですね。羽ばたいているアニメーションにすれば完成です。せっかく飛行アニメーションもたくさんあるのでブレンドスペースを使いましょう。ただし今回は前後と上下の2軸でブレンドしたいのでブレンドスペースを使いましょう。これは縦横2つの入力を受け取って2次元にブレンドできるものです。水平軸を XY 平面上の速度として垂直軸をそのまま垂直 Z 方向としましょう。フライのアイドルは静止ではなく羽ばたいているのでそのままブレンドできます。インプレースのフライダウンは混ぜ合わせがうまくいかないので却下します。いい感じですね。ただ飛行モードでグライダーというほぼ羽を動かさないモードがあって、これが高速移動中っぽいなと思うので最速のところはこれになるようにしてみます。この辺は好みなのでご参考まで。
真下はこれもありです。ルートモーションで動いちゃってますが、フォースルートロックすれば問題ないです。今回は前進していない時は体を起こしたまま確保する仕様ということにします。XY には歩行と同じグラウンドスピードをつなぎましょう。ちなみにグラウンドとついていますが、地面は関係なく、水平面上の速度なので飛行中もこれで問題ありません。Z 方向の速度情報はベロシティから直接取り出しましょう。一旦置いて右クリックからピンを分解します。ブレイクというノードをつないでも構いません。羽ばたきましたね。ガタガタしていますが、これはルートモーションですね。RM のアニメーションにフォースルートロックを設定して各セルからずれないようにしましょう。滑らかにつながるようになりましたね。速度が遅いうちから羽ばたかなくなる感じがしたので、少し混ぜるタイミングを変えておきます。まあ飛行中の最大速度をもっと上げた方がいいかもしれません。
テップ7いざ戦闘緊急回避。戦闘は攻撃からだろという気もしますが、ガスプで攻撃はいろいろやってきているので、今回は回避モーションでスペシャルムーブの説明をしていきます。火を吹くモーションや殴るモーションもあるので攻撃ももちろんできます。そういう特別な動きもフラグなどを使って ABP 側で再生することもできますが、プレイモンタージュというノードでキャラクター BP 側から特殊モーションを再生することもできます。そのためにはアニメーションシーケンスを元にしたアニメーションモンタージュというアセットを作ります。作成するからアニメーションモンタージュです。アニメーションモンタージュで AM とつけるのが推奨されていますが、自動では後ろにモンタージュとつきます。推奨ならそれをつけてくれればいいのにね。地上用と空中用で2つ用意します。私は配布用に移動しますが、同じフォルダで問題ないと思います。アニメーションを再生するメッシュはここから引っ張ってつなぎます。再生するモンタージュはモードと同じく入力ピンを引っ張ってセレクトで、条件はムーブメントのモードがフライングかです。モードに合う回避アニメーションを選択しましょう。これで完成です。モードで切り替えがなければプレイモンタージュだけで済みます。割と簡単ですね。X を押すとルートモーションが効いてませんね。飛行中は移動できています。このようにプレイモンタージュだとアニメーションのルートモーションが各セルの位置に影響を与えます。ただ、地面のどっちは動きませんね。これを直していきましょう。ルートモーションになぜかチェックがついていませんでした。いいですね。完成です。ステップアップ生まれようアニメーション通知。ここからはアンリアルエンジンに少し慣れてきた方向けのレベルアップ版になります。まだ早いと感じたら離脱してまたいつか戻ってきてください。卵から生まれる機能をテーマに、アニメーションの特定のフレームまで再生されたら通知を送って、その情報を受け取ってブループリントで処理を切り替える方法や、キーアサインのマップを切り替えて生まれるまでは操作できないようにする方法などを解説します。まずは生まれるようの入力イベントとそれを G キーに登録しました。次はキャラクターにスケルタルメッシュを追加して卵を合体します。位置合わせはキャラクターの位置をコピペします。卵もアニメーションを持つスケルタルメッシュで、デモレベルでは直接そのアニメーションを再生する設定になっていますが、それだと割れて直ってを繰り返してしまうので、基本は割れる前の固定状態とします。キー入力でモンタージュ再生すると割れてなくなるという処理を作っていきましょう。
ABP エッグを作ります。通常時は何もしなくていいのでほぼ処理入りませんが、モンタージュ再生するにはスロットというノードが必要です。ドラゴンの元にしたマニーにももちろんあります。アニメーションモンタージュ化しましょう。プレイモンタージュでエッグをつなぎ割れるアニメーションをセットします。あとエッグのスケルタルメッシュに ABP エッグを設定するのも忘れずに。できましたが、卵が復活しちゃいますね。モンタージュ再生が終わったら卵を消しちゃいましょう。デストロイコンポーネントでブループリント内の固要素を消せます。一番上のピンは再生が始まった時に動くので、その次のコンプリートのピンです。スローで見るとまだ復活しかけてますね。アニメーションを短くする方法もあるのですが、今回は通知の仕組みを使ってタイミングぴったり制御と同期させる方法を説明します。アニメーションはこの辺りのフレームで実質終わっていますね。通知の一つかの下りで右クリックして通知を追加、モンタージュのティファイを追加します。これはプレイモンタージュでこのモンタージュを再生している相手に通知を送り返す機能です。詳細欄で名前を付けたりできます。モンタージュのティファイがついているモンタージュを再生している場合、ここからその通知が来た時に作動する実行ピンがあるので、こちらにつなぎ替えましょう。複数通知を作った場合は先ほどの名前で一番下のピンで区別できます。いい感じに消えましたね。ではドラゴンも生まれるモーションを再生しましょう。パッと思いつくのは、卵の中で丸まっている状態と生まれる状態を追加する作戦ですね。エッグイニシャルポスという卵の中ポーズがあります。出てくるのはハッチです。3番のでんぐり返しを採用しました。あとはこれをどういう条件で切り替えればよいでしょうか。でんぐり返しが終わり次第ロコモーションできる状態に切り替わるのは良いと思います。あとは開始時ですね。キー入力で生まれるってなったらこの遷移がしたいです。考えられる作戦はキャラクター BP で変数を用意してそれをアニメーション BP が受け取る作戦です。
生まれる要求が来たら初吉がフォルスのフラグを立てて、これをアニメーション BP が受け取れば良さそうですね。これはポピュラーな方法で特に問題ありません。ただし注意点があって、それをやるにはイベントグラフの処理を改造が必要になります。このマニーを前提としたサードパーソンテンプレートのアニメーション BP では BP サードパーソンキャラクターに限定されない情報しか扱っていません。なので特定のドラゴンキャラクタークラスに作った変数を読み取る手段がありません。キャラクターという親のクラスは BP リトルドラゴンの情報は持っていないので、探しても見つからないということです。じゃあ無理じゃんということはなく、ここでキャラクターにキャストしている部分またはその後でさらに BP リトルドラゴンにキャストすることで情報を取り出せるようになります。それで全然問題ないので普通はそうやってください。ゲームアニメーションサンプルではそうやってサンドボックスキャラクターの情報を大量に受け取っています。ですが今回は別な方法もあるよというのを紹介がてらやってみます。生まれるモーションは単発なので、これを卵と同様にアニメーションモンタージュに変更します。そして卵の時と同じように通知を使いますが、今度はモンタージュのノーティファイではなく新規通知を作成します。この通知はアニメーション BP 上でイベントとして扱うことができます。なのでキャラクター BP で再生したモンタージュからアニメーション BP に通知を送ることができます。ボーンという名前を付けたので、その名前で検索するとイベントアニムのオティファイボーンが見つかりましたね。先ほどのモンタージュが再生されてそのフレームに来たタイミングで発動するイベントです。あとはブーリアン型の変数でこれが動いたらフラグを立てれば良いですね。このフラグを使って卵状態から遷移させれば完成です。うまく遷移できていますが、ちょっと違和感がありますね。違和感があったら引き返しましょう。ジャンプするとはみ出ているのも多少気になりますが、まあいいことにしましょう。卵状態でジャンプしませんしね。できるようにしたい人はメッシュの位置をずらす処理を追加する感じです。違和感の正体はこれもルートモーション効いてない問題ですね。いいですね。完成です。と言いたいところですが、よく見るとキャラクターがルートモーションで移動したことによってカラも前にずれていってます。カラはその場に置き去りにしたいですね。ということでモンタージュ再生を開始すると同時にカラをキャラクターから分離させたいと思います。レタッチとユタッチの反対で離す処理があります。モンタージュ再生の前でも後でも構いませんが、再生が終わってからではでんぐり返し中に移動してしまうので一番上のピンです。いいですね。
完成です。チュートリアル中は特定のキーしか押せなくするみたいな制限を行いたい場合、フラグ等でイベント開始時にチェックして捨てるみたいな実装もできますが、キーバインド自体を変更しちゃう作戦も可能です。卵状態ではカメラ操作と生まれることしかできなくしてみましょう。一旦生まれるだけにしましたが、カメラを動かしたくなったので作り直しました。一応そのままでもいいのですが、生まれるキーを消すのも兼ねて追加の前に削除もしておきます。卵が割れた後、通常時の操作を有効にしましょう。開始時はカメラ回転しかできず、割れたらいろいろ操作できるようになったかと思います。もうカプセルの表示も不要ですね。おまけ。1時間お疲れ様でした。結構充実した内容にできたつもりです。飛行時の速度はこんな感じで変えられます。高く飛んでると1000くらいだとあまりわからないかもしれませんが、こんな感じで調整しました。実際速度ちゃんと出ているのかはデバッグ表示して確認しましょう。XY が分離したままですが、マーステージに沿って動かせばわかりますね。あとはアイドル状態をもっと表情豊かにしたい場合は、ここにステートマシンを作って切り替えることもできますが、もっと簡単にランダム再生マシーンがあるのでこれを使うと便利です。アイドル用の喜んだり悲しんだり吸い飲んだりするアニメーションをエントリーにどんどん追加すると、その中のどれかが適当に選ばれます。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた次の動画でお待ちしております。
ギリギリ越えられない